はい、こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。はい、今回は、YouTube で、2周年っていう風なことで、ライブをね、しようかなと思いました。で、これ2周年って言っても8月の終わりでね、2周年、もうちょっと早くやろうかなと思ったんですけど、あのこのねちょっとすぐにできなくてこんな時になってしまったっていう風な感じですね。それで1年前に、僕スノーボードねやってる時に新しい板ができて、それについてはねライブしたんですけど、もう一回フォロワーさんもね増えたということであのやってみようかなっていうふうなねことで、今回は僕の乗ってるスノーボードね、アドラブルスノーのこの MT ミラトリのモデルっていうふうなねところを紹介していければなと思ってます。はい。えーっとその初めてのねスノーボード、僕のこういうスノーボードが欲しいなっていうふうなねところについてなんですけども、やっぱり最初はスノーボードのね種目いろいろこうやってはきて、当時ね僕スノーボードを始めた時なんていうのは、30年前グラトリとかねパークとかそういったものもほとんどなくて、まだスノーボードがねダメなゲレンデも結構ある。でその中でスノーボードするにはねちょっとお金払うとか、ここまでだったら滑っていいよっていう風なねことが多いようなね時代でした。そんな中で別にスタイルっていうのもねあんまりこう多くはないというか、ゲレンデをとりあえず楽しんで滑るっていう風なねところがメインだったかなと思います。そんな中でちょっと僕はカービングに出会って、途中ねトリックしたりくるくる回ったりとかはねしてたんですけど、やっぱりそこからパークができたりオリンピックの種目になってとかっていう風なところでいろいろね枝分かれしてったんですけど、その中で、僕はやっぱりねカービングが一番あの気持ちよくて好きなので、今ねそのスタイルを続けてるっていう風な感じになります。はい。で、そのやっぱりこうカービングをするで、今はねカービングといえば結構ねこうスタンス前に振ったようなこう状態のことが多いんですけど、それでもね前はやっぱりこう前を振るっていうよりもインストラクターの中でもねやっぱりこう前足が18とか21、後ろ足がこう0とかねマイナス3とかっていう風なねぐらいのスタイルが多かったのかなっていう風な感じはするんですけど、その当時ね僕も何回か話はしてるんですけど、インストラクターやってる時もね僕もやっぱりこうダックスタンスで、今みたいに15マイナス15じゃないんですけど、後ろ足マイナス6とかマイナス9ぐらいのダックスタンスで、カービングを、してた感じになります。で、そこでこうカービングをしてね今もうやっぱりこうダックが好きで、それやっぱりスイッチもしたいしトリックもしたいしっていうことであのそういうスタイルになってるんですけど、今こうダックスタンスでやっぱりカービングをしようと思うとやっぱりどうしてもこう板を立てれば立てるほどやっぱりこうドラグしやすくなるんですよね。こう前向けばこのビンディングのこう幅がね板に対してこう出にくくなるんですよね。それがこうダックだと結構縦っぽくなるから、特にこうヒールカップビンディングのねそういったのがこう板からはみ出して板を立てれば雪面にそこが引っかかって板が抜けるっていう風なねことになります。なので、今回ねアドラブルの板の説明っていう風なことなんですけど、僕がそのダックスタンスでカービングをして、今ねミラトリっていうスタイルでやってますけど、このミラトリっていうものをするにあたって今までサポートしてくれてたクラフトっていうね板のメーカーがサポートしてくれてたんですけど、やっ
ぱりそれこの板もねワイドって言っても25.7センチぐらい、僕足25センチで大きい方じゃないんですけど、それでも板立てるとドラグしちゃってたんですよね。でそのドラグをしちゃってて、やっぱりこう板を立てるとドラグする、じゃあ立てないようにちょっと調整してね滑ることは可能なんですけど、やっぱりそうすると妥協した滑りになってしまって、もっとやっぱりこう膝もこう伸ばし気味にして前振りのような深いカービングをして板を立てる、でもドラグするっていう風なねところのこうジレンマがあって、それをこう、メーカーに伝えてもねなかなか難しかったところが、今そのお世話になってる人がね新たなそのブランドを立ち上げるっていうことで、そこでちょっと作りましょうっていう風な話になって、今のねこのアドラブルの MT が今ねこれあるんですけど、できたっていう風な形になります。でざっくりとね僕もとりあえず幅が太い板がドラグしない板が欲しい。あとはやっぱりダックスタンスだと春雪とか柔らかい雪だとこうノーズ刺さりやすいんですよね。どうしても前振りに比べてダックスタンスだと前足に乗りやすくて、腰僕ね前向けて滑ってはいくんですけど、そうは言っても前足15度ってなるとやっぱりこう前足っていうかね前振りに比べると前足に乗りやすいっていう風な傾向があるんで、春とか柔らかい雪は刺さりやすいんですよね。やっぱりこうそういったこうジレンマの中でやっぱりこうノーズが長い方がやっぱりねしっかり噛んでくれてそういった雪でも強いかなっていうことで、長くて太い板でやっぱり安定感も欲しいので硬いっていう風なねところだったんですけど、やっぱりそれでそういう板をねちょっと作ってもらいました。でアドラブルのね、板いろいろ情報とか、出てますけど、基本的には154センチ160163っていう3つの長さがあって、僕は最初160センチ乗ったんですけど、これもうちょっと長くてもいいなっていう風な形で今163に乗ってます。僕168なので身長が、だいぶ長めかなっていう風な感じです。でもやっぱり僕としてはねこう長くなればなるほどトリックとかやっぱりこうやりづらかったりね引っかかりやすかったりとかするんですけど、やっぱりこう僕トリックもするけどやっぱり高速のカービングが一番こう非常に一番重要視してるので、こんばんは、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。それでなんだっけ、長くてもトリックが多少やりにくくてもやっぱりその安定感っていう風なねところが非常に僕の中ではね重要な部分なので、やっぱこう長いものを乗ってます。ちょっとその長くなるノーズが長くなるイコール、僕はスイッチもミラトリでね同じように滑るっていう点で、真ん中に乗ってるんで、要はノーズが長いイコールテールが長いんですよね。なのでちょっとこうテールがバタつく時はねちょっとあるかなっていう風なこう感じがしてるので、やっぱりこうね完全にこうそういったのをねクリアにしていくにはなかなかねやっぱこう難しいところかなと思うんですよね。やっぱり結局テールを短くしてそこのこう暴れるのをなくそうと思うと、結局ツインだとノーズも短くなる。でもノーズだけ長くしてテールが短くなるとスイッチした時にねやっぱりそっちが滑りにくくなるっていう風な、もうそのこうジレンマの中でやっぱり一番いいこうねポイント探すっていう、このダックスタンスでカービングやってスイッチもするっていう風なところがもうすでにちょっと矛盾してる中でね、それをこう両立していくようなこう非常に難しいバランスかなっていう風なね感じです。なんでまた今後もねその今 MT 出てますけど、もうちょっとこうしたらいいなとかっていう風なねことがいろいろあるので、それを実際にねちょっと試していきたいなとは思ってるので、だんだんまあ群馬のね、小さいメーカーなので、まだ毎年毎年モデルチェンジっていう風なね形ではまだやってないので、またちょっと先にねもうちょっとこうしたらいいな、こういう風な感じがいいなっていう風なねものがねこうできていくのかなっていう風なね
気がしているので、また今のねこの MT からちょっとね変わっていけばなっていう風なね形です。僕としてはもうちょっとねやっぱもう僕のレッスンのお客さんとしてもすごいなんだろうな、足の大きい人が多いので、僕25で今ねこの MT の板は163センチで27.3センチの幅ですね。十分ドラグしない僕の中では。なんですけど単純に28センチの足の人とか29センチの足の人結構いるんですよね。そういう人が例えば27センチの板履くと別に全然ワイドじゃなくて、なんならちょっと狭い、普通にドラグするよっていう風な人たちが結構いるので、やっぱりそういう人たち用にもうラインナップを29センチ30センチっていう風なもっとワイドな板をちょっと作ってみたいなっていう風なねことはあるんですけどね。はい、なのでそのMT ね、僕の中ではすごいとてもいい相棒なんですけど、去年とかもねライブした時にこういう試乗してもらってこういう声もらってますっていう風なね一回ライブしたんですけど、そこから実際にまだその時はね試乗してもらっただけで実際の商品として自分が滑ってっていう風なことがなかったので、その辺の声とか実際に去年は僕のモデルっていうことだったんですけど、去年その MT のライダーさんとしてもね3人ぐらいちょっと増えたので、その人たちに乗ってもらった感想とかをねちょっと今日シェアできればなっていう風なね感じでしています。ちょっと待ってくださいね。はい。はい、ありがとうございます。そうね、コメントもちょっとずつね、喋ってると気づかないことあるんですけど、質問があればね、答えていきたいかなと思ってるので、ちょっとね、入れてみてください。はい。そうですね、僕の板はね、そんな長いのお使いなんですねってことで、そう、長いのが僕ね、欲しかったんですよね。やっぱり短いとどうしても、カービングの安定性が悪くなって、やっぱりハイスピードとか急斜面とかで僕滑るので、短いと、やっぱり不安定になるんですよね。でやっぱりそこでトリックしていくと非常に怖いので、あの長くてスピードに乗ってて思い切ってトリックかけていくっていう風な感じで、長いの乗ってます。で、ミラトリの意味を教えてくださいって書いてありますけど、そうミラトリはよくね知らないとね分かんないですよね。ミラーカービングトリックっていうものの略です。ミラーカービングっていうのは要は鏡に映したようにどっちがメインスタンスかわからないようなカービングのスタイル。これ大きく分けたらラン取りみたいなもんなんですけど、自分の中ではそのラン取りとやっぱりちょっとスタイルが違う。やっぱりなかなかねスイッチとかメインとかっていう風なところが分からない、どっちが分かるか分からないっていう風なところが一番僕の売りであるし、他にやってる人がいないっていう風なねところなので、自分の中でね分かりやすくちょっとしたいなっていうことで名前をつけてます。なのでミラトリは、ミラーカービングトリックの略になります。はい、でその僕のねカービングをしてきただけじゃなくて、今ねアドラブルのライダーで去年もね何回かスキー場お世話になったんですけど、新潟県のね松代ファミリースキー場っていうすごいこじんまりしてるんだけど全ての楽しさがギュッと詰まったすごいいいスキー場があるんですよね。アットホームな昔ながらのスキー場なんですけど、そこのね支配人さんが去年アドラブルのライダーさんになってくれたんですけど、その方はたまたまなんですけど、僕もそれこそ、25年ぐらい前、25年違うな、20年ぐらい前にテクセンとかね出てた時にちょうどね中部地区でその人もねたまたま一緒に出てたみたいなねことがあったんですよね。でそんなその時は全然知らなかったんですけど、でその方がずっとひたすら22年間大会にずっと出続けてきて、いろんなねもちろんね大会とか出てて成績残すとサポートをされる話とかね出てくるんですけど、やっぱりそういうの縛られたくなくて全部断ってきたっていう風なねこだわりのある人だったんですよね。でその中で自分が試乗したりとか毎年大会出るのに勝つためにいろんな板に乗った中で、その中でねこの MT に乗った時にもうダントツ今までで
こんないい板はないっていう風な。でその板に出会って、ただこの板GSBA とかの登録してないので大会出れないんですよね。なんで楽しんでもらうにはいいんですけど、公式用品にはなってないです。で、これはいずれなっていくかどうかっていうのは多分ならないと思います。これはメーカーさんのこだわりで、やっぱりねそこにとらわれるんじゃなくて、滑りは自由だし、好きな滑りをしていってほしいっていう風なね思いもあって、多分公式用品にはならないんじゃないかなっていう風なねことがあると思います。だけどその方はこの板に乗りたいからって言っても大会出るのはもういやそこでも引退する。で今度はその自分なりのねスノーボードを楽しむんだっていう風なねことで乗られていた。僕としては僕は大会も出てましたけどやっぱサポートされてる板に乗って、やっぱこの板に乗ってねすごい自分の中ではすごいいいんですけど、その200本300本ね乗ってきたかっていうとそこまで乗ってきてないので、今までのねなんならこだわりの中で僕もねハンマーヘッドがあんまり好きじゃないのでハンマーヘッドには乗ったことがない。やっぱり乗ったことがないとでもね比べることもなかなかできないんですけど、やっぱりそういったところでもやっぱり実際乗ってきた人が乗った中ですごいいいっていう風なね意見はとてもね嬉しいなっていう風な感じしました。で、特にその何がいいかっていうところなんですけど、やっぱり一番のよりやっぱりドラグをしない、ワイドでドラグしない、やっぱり前振りにしている人の中にはもう足が大きくて前に振らないともうドラグしちゃうんだっていう人多いんですよね。なのでとりあえずワイドでドラグをしない板さえあれば、もうちょっと横乗りにしたいなとか、やっぱりスイッチをしたりとかトリックするにはやっぱりあんまり前乗るよりも横向いてた方が安定感はあると思うんですよね。どしっと乗れるんで、やっぱりそういう人もいるから、やっぱりそのワイドっていうのはねとても大きい武器かなと思います。であとはトップシートにバンブを使ってるんで、柔軟性が硬いんだけど柔軟性があるっていう風な形です。で、他のね他社がウェイトをちょっと細くしてで硬さを出して安定感を出していく中で、このアドラブルっていうものは逆に太くしてちょっと柔らかさしなやかさを出して安定感を出していくって逆を言ってるっていう風なねところがすごい斬新なところになるんじゃないかなっていう風なね話をされていました。なんでこれ開発をした、僕は太くて長くてこういう感じの板が欲しいよっていったイメージをそのねメーカーさんと工場の方がいろいろ考えて出してくれてたっていう風なね、やっぱりそこのね技術がすごいんですよね。でやっぱりその中で物素材としてはすごいいいんだけど、リーズナブル、これは店頭に置いてないっていう風なところ、中間のねマージンが発生しないので他のメーカーさんだったら十何万するようなところを今ね税込みで9万2,000円ぐらいで販売してるっていう風なねものの中ではねコストパフォーマンスはすごいいいんじゃないかなと思います。はい、で具体的なシチュエーションなんですけど、ターン後半がワイドでソフトなんで板のグリップ力がねすごいいいと。で本来ならねグリップが失われて力が抜けるような場面でもしっかりと噛んで滑り続けてくれるっていう風なイメージですね。やっぱテク線とか出てるとやっぱり綺麗なバーンっていうよりも荒れたバーンでいかに安定した滑り出すかっていう風なね、いつもの滑りが出せるかっていうのが重要なんで、やっぱりそういったところでの安定感っていう風なねところがねすごいシビアな感じになってくるんですけど、やっぱりその辺がねすごい突出してるっていう風なね感じになります。で板をフラットで操作する時とかね低速のグラトリでもやっぱ板がすごい軽いんですよね。もうこれ皆さん一番最初にみんなが言う感想なんですけど、これ長くて太いんで重いイメージがある中をあると思うんですけど、軽いねって言って、軽いってリフトがやっぱり楽なんですごいいいんですよね。でやっぱ軽いからこそ長さと太さをほとんど感じさせない扱いやすさがあるっていう風な形の板になります。はい、でもう一人ねアドラブルのライダーで、これはね僕がちょっとお誘いして僕と同じようなね
スタイルで滑ってる方がいて、これたまたま五竜でねよく一緒に滑ってた人なんですけど、その方にこれねミラトリの T シャツこの前ね宣伝したんですけど、このデザインをしてるにゃん吉さんって人がいるんですけど、この人はねあんまり SNS とかやってないんであれなんですけど、その方もねいろいろなこう板、クロスとかやってて、その人もやっぱりダックで乗るんだけど太い板が欲しいっていうことでドネックっていう板をね乗ってました。これはライアン・ナプトンさんっていうね、僕もあんまり知らなかったんですけど、似たようなスタイルのね有名な方がいます。でその人が出してる板でやっぱりその人もなんかね30センチぐらいのワイドな板乗ってるみたいなんですよね。大きいっていうのもあるんですけど、でそこでオーダーの自分の板を作ってたんですけど、やっぱりそのコンセプトにすごいこのねアドラブルが似てるっていう風なことでお誘いして乗ってもらったらねもう最高だっていう風なねことを言ってもらいました。やっぱりこうねセンター幅が広くてやっぱり直進性とカービングパウダー全てのシチュエーションにおいて安定性がねすごい高い、これは皆さん言われます。荒れたバーンやっぱりカービングドラッグしなくてカービングする用のモデルなんだけどもその不整地での走破性がすごい高いっていう風な、これ僕もそうなんですけど安定感が全然違うっていう風なねバタつきを感じないっていう風なねこう良さがあります。でさっきも言ったんですけどやっぱりこう軽いから長さとね太さを感じさせないで、ソールの素材がねすごいいいものを使ってるのでソールがねすごい走ります。でトップシートがバンブーなんで独特なこう粘りと反発がある、これはやっぱり癖があるといえば癖があるんで、すごい合う人には合うし、ちょっとあんまり得意じゃないなっていう人もね正直います。何人かねちょっと合わないわっていう人はねやっぱりいるんですけど、その辺はね好き好きがあると思うんでいいのかなって、それはねそれで。ぜひね乗ってみたらそれがね分かる。やっぱりこうイメージしてて武田って言ってもね分からないんで、その自然なこうね反発っていう風なねこのタイミングが違ったりとかっていうのはねあるのかなと思うのでねちょっと乗ってみてほしいなと思います。で同じ MT の中でもね 3D とフラットっていう2種類のね板があるので、それをこう選べるっていう風なね、これ開発の時のね話なんですけど、もともと僕はこうフラットキャンバーが好きなんでそれお願いしてたんですけど、向こうのね工場の人のこれね好奇心というか向上心というかがすごい高くてですね、すごいこう嬉しそうにねこういう板も作ってみたんだ、こう絶対いいから乗ってみてくれみたいな形で頼んでもないのにこう作ってきたのが 3D モデルなんですよね。船底みたいなねノーズからビンディングのあたりぐらいまでちょっと船底形状になってて、センターはフラットなんですけど、それがノーズとテールでねこう船底みたいになってる、微妙になんですけど、これがすごいこうなんだろうなルーズな操作感を作り出して、要はあんまり引っかからない、要はトリックとかしたりとかする人はすごいいいんじゃないかな。あとはねシャバシャバだったり柔らかかったりするとすごいこうモーターボードみたいな走破性があるっていう風なねことを言う方もねいました。で実際には試乗会去年ね結構何回かやって乗ってくれた人の中ではやっぱりね乗ってもらうと 3D を選ぶ人がねすごい多かったです。やっぱりフレックスとかもね全部同じで注文してるんですけど、その形状の違いで 3D のがちょっと柔らかいんですよね。で柔らかくて扱いやすくて、その長い今までのこうイメージよりもやっぱりこう長めの板をチョイスしてほしいんですけど、そうするとやっぱりこう取り回ししにくかったり引っかかりやフラットだと引っかかりやすいところが 3D だとスムーズにいくっていう風なねことで、やっぱりそのねどちらか選べるっていう風なのはねすごい長所なんじゃないかなっていう風なね感じです。であとは短所としてはやっぱりね JSBA とかのね公式用品じゃないから大会に出られないよっていう風なねことはちょっと挙げられるんじゃないかなと思います。このねにゃん吉さんって方も今ね現状としてはこれがこうメインになってくるんですけど、もうちょっとやっぱりこうなんでしょうね、僕もそうですけどミラトリっていうのが今スノーボード界の中であんまりやってる人がないところで僕がひたすら好きでねそこをこう突き進んできたんですけど、それで今回の板も他のメーカーさんと同じような方向性じゃなくて、やっぱりこの太いドラグをしない、もう太い板といえばアドラブルみたいな形で僕はこうね尖らしていきたいなっていうふうなね
ところがあるので、それはこのネアン吉さんもそうで、もうちょっとねすごいニッチな要望な、一般的には乗りづらいだろうこんな板をはっていう風なねところをこうついていきたいなっていう風なね、これは僕も同じなんですけど、そんなねちょっとね乗ってみた感覚とね意見としてはそんな感じになりますね。はい。ちょっと待ってくださいね。ここでちょっと質問が来てるので、うーん、ありがとうございます。両方向のダックスタンスカービングがすごく憧れてます。ありがとうございます。そうですね。これえっと、まあね、僕が実際にこのミラトリっていうものの名前を付けたり、今レッスンしてますけど、レッスンする前とかに、知り合いとかにね、なんかこう聞かれて、なんかコツを教えたりとか、知ってはいたんですけど、ぶっちゃけ、何でしょうね。やっぱりこうカービング、ダックスタンスで、メインスタンスでカービングをするだけでも、難しいんですよね。もちろん皆さん滑ってて分かると思うんですけど、やっぱり前振りの方がスッとカービングはやっぱりこうやりやすいのは間違いないのかなとは思います。あえてこうやりづらいねこうダックスタンスでカービングをするっていうのはやっぱりこのキレとかいろいろ深回りとか安定性とかっていう風な点で言えばやっぱりこう前振りには負けるのかなっていう風なねところあるんですけど、やっぱりそれを補ってあまりある僕はスイッチの魅力がねでかいのかなと思うので、両方ともねやっぱり突き詰めたいってこういうスタイル出してきてますけど、やっぱりねむずいと。もうダックでカービングですら難しいのにそれを反対もやるっていうのはなかなかのこうねあの相当マニアックなこう形じゃないとねなかなかこう難しいっていう風なねことを言われたことあるんですけど、だからこそ僕は楽しいのかなっていう風なことを考えてます。もともとカービング好きな人って僕はちょっとオタク気質だったり一つのことを追求したいとかやっぱりそういうこう気質な人の方が合ってるのかなと思うので、これってみんなでこう楽しくスノーボードをするっていうそれはもちろん楽しいんですけど、それだけじゃなくて一人でもやっぱりその楽しみを追求していける、そこに楽しみを見出せるっていう人がやっぱりこうね向いてるのかなっていう風なね感じがします。なのでやっぱ前振りのカービング気持ちいいんですけど、その気持ちよくてでも簡単にできるものって飽きやすかったりとかするので、これをねやっぱりこう反対側もやるっていうことでもう倍は楽しめるっていう風なね、やっぱりその上達していく楽しさとかレベルアップしていく楽しさっていう風なところにこう気づいてもらえるといいんじゃないかなと。やっぱりねこう目的地をこうミラトリのね最終地点に設けてよしそこに行くぞっていうとなかなか遠くて大変だなって思うんですけど、僕はもともとこうなりたいっていう目標はあったんですけど、なれるかどうかもわからないんですけど、その途中が楽しくて気づいたらここになってたっていう風なこうイメージなんで、そういうこう感じのね楽しみ方をしてもらえるといいのかなっていう風なね感じはしてますので、これ多分僕もね実際にこう才能があるかないかって言ったら別にある方じゃないし上達が早い方でもない、多分人よりもたくさん滑ってはきたかなとは思います。で楽しみながらやってきた結果なのでもちろんねもう向き不向きはあるかもしれないんですけど、楽しさをね追求していってもらえたらいいかなと思います。で、実際その板がこうね幅が広いこれね実際に本当体験してほしいんですけど、僕は今まで乗っていた板で試作機で初めてこの板が来て、その時は28センチの幅で頼んだんですよね。でその乗って一発目からそのヒールサイドの安定感というか、普段だったらそこでこうドラグしちゃうようなこう気を使うようなところでも全然こう思い切って倒し込んでいけるし、自分が思ったよりも噛んで横へ回ってくるっていう感覚がすごくて、もうなんでこうね今まであんまり太い板ってあんまりこうねデメリットが多かったりとかしてたと思うんですよね。であんまりなかったんですよね。要はこうツインで太くて長くて硬い板なんていうのは扱いづらい以外の何物でもなかったんですけど、実際に乗ってみてこの太いっていう点での僕の中でのデメリットはもうなかったんですよね。もう良さしかない、もうマイナスは何もなくて、
ただこれはデメリットね、さっきの話じゃないですけど、デメリットっていう点でこれ初心者にはちょっと向かないかなっていうことはあります。要はこう思いっきり軸を倒してターンをしていける人にはすごい強い味方になるんですけど、足元でねまだ操作が軸をあんまりこう倒せなくて、でも足元でだったらなんとかっていう人だと、太いとねなかなかこう足元だけだとね板立ってくれないので、やっぱりそういった点でちょっと乗る人は選んじゃうかなっていう風なね気はしてるので、最初はねやっぱ細い板の方が慣れるにはいいのかなと思うんで、そこでちょっと慣れてもらって、ちょっとこう僕レッスンしててもそうなんですけど、やっぱり思い切って軸を倒せるようになってくると、やっぱりもうねドラグしたら話にならないですよね。それ以上も立てれなくなっちゃうんでもったいないんで、やっぱりこうそれぐらいできるようになったらもうねやっぱり太い板に変える、それだけでもう滑りのレベル全然変わっちゃうんで、あのこのね太い板に乗るっていう風なねことをちょっとね体験したことない人はちょっと体験してほしいなと思います。でこのアドラブルの板なんですけど、たまにこう聞かれるんですけど、これサイドカーブいくつですかって聞かれるんですけど、これスペック表とか見たことある人は分かると思うんですけど、サイドカーブ載ってないんですよね。サイドカーブいくつか分かりません。これは分からないっていうか、工場のコンセプトなのかプライドなのか、これ載せてないっていう風な形です。ぶっちゃけ僕も感覚派なんで、その数値がどうのっていう風なところよりも実際に乗ってみてどうかっていうところをちょっとね大事にしていきたい。だからこう慣れてきたりするとやっぱりこうね数字作ってる人とか特にそうですけど、数字が頭の中にあればこんな乗り味だろうなとか、チューンアップしてる人とかはねこう触ると、ここは多分こういう滑りをこの人はこういう滑りをしてるからこういう板の癖になってるんだろうなっていうのがね分かるっていうんですけど、作ってる側としてはその数値を見れば大体どんな板か分かるかもしれないんですけど、僕もそうですけど乗り手としてはその重要なところはこう数値ではなくて、自分が乗った感覚どうなのかっていう風なねところです。ぶっちゃけ僕もサイドカーブがいくつって言われたところで滑ってる時にそれを今のカーブは何メーターだったなどうのこうのって考えてないので、どれだけこう気持ちよく乗っていけるのかっていうのがこう重要なので、なので特にこの板としてはそのメーカーもそうだし僕もそうだし、感覚的にすごいいい板っていうものを乗ってみたら分かるっていう風な感じなので、ね、ぜひ試乗会に来て今年はもうね月に1回はパルコール妻恋さんで試乗会やることが決まっているので、そこで来てもらったり試乗会をねこう情報をチェックしてもらって、ちょっとまずはね乗ってみてほしいなと思います。なのでいろいろこうね知識を詰めるのは大事かもしれないですけど、そればかりになるよりはやっぱりフィーリングをこう大事にして、自分に合うのか合わないのか、乗りやすいのか乗りにくいのかっていう風なねところでまずはいいんじゃないのかなっていう風なね目安ではあるんですよね、その数値って。特にその幅にしては例えば僕25の足でプラス2センチぐらいあればよっぽどドラグしないかなと思ってるんで、なんで28センチとかのね足の人とか結構いると思うと30センチぐらいの板作りたいなとは思ってるんですけど、やっぱりあんまり太くなりすぎると今度長さのバランスだったり硬さとかね、やっぱりそういったところは難しくなってくるかなと思うんですけど、その辺はね工場とかプロの方にねお任せしてやればいいのかなと思ってます。はい。ちょっともう一回コメントいきますね。はい、こんばんは。ウエスト30センチみたいな尖ったモデル欲しいですよね。そうですね。そう、タックスさんね、なんならね、このタックスさんでいいのかな。昔ね、僕がやってたスノーマイノリティっていうね、今すいません、なかなか動かしてないんですけど、そこで一番最初にこう会員になってくれたのが、タックスさんでしたね。レッスンも受けてくれたりしてね、非常にありがたいなと思ってます。で多分ね足大きいんですよね。でやっぱりこう僕多分ね30センチだと僕ねでかすぎるとは思うんだけど、ただ雪が柔らかくなってくるとやっぱり僕が25センチの足で27.3の
板を履いたとしても雪が柔らかいと刺さって結局当たってはいるんですよね。それが30センチになった時にそこが純粋に当たらない、そこに雪面抵抗が起きないってなったら結構いいんじゃないかなっていうふうなことは思ってます。ただそのワンフットのスケーティングでちょっとしたこう操作したいとかめちゃめちゃやりにくいかもしれないんですけど、要はもうそこぐらいまで尖ったものをちょっと僕もね作ったり乗ってみたいなっていう風なね感じがあります。ただでさえ足が大きい人だったらもう絶対欲しいんだろうなっていうね需要があるのかなっていう風なねことがあるんで、その辺はねちょっと押していきたいなとは思ってますね。はい。でダックスイッチバックサイドカービングが激ムズ、まあ激ムズですよね。まあダックスタンスでもともとダックスタンスでメインのバックサイドですらむずいんですけど、これ僕よく言うんですけど、こう腰ね前を向けてこうヒールやっていくんですけど、何回かハウツーの動画でも出したんですけど、前を向くイコール板がずれる動きになりやすいけど、その前は向くけどなんだろうな、体全部一緒についてきたらずれるんですよね。だから今回直近のハウツーで見てもらったかどうかわかんないですけど、足この回旋力っていうとこと内転筋の動きとこの腰の動きとって3つね最近出したんですよね、ハウツー。これを同時にやってほしいんですけど、要は回旋力は前へ向かっていくけど内転筋は内へ絞る。で腰は前向く。これって要は足首はこっちを向く、前進行方向行くけどももは要は反対に締めてるんですよね。でも腰もこっちに行く。要は各関節で逆ひねり逆ひねりしていくことで僕はロックしてずれるんじゃなくて板への力へ加えてってる。要はこのスイッチのヒールサイド、これってその滑りのどうのこうのよりもやっぱり骨盤の、柔軟性にもよるところだと思うんで、前向けようと思っても多分ねこうなってる人が非常に多いです。で前に乗ってっちゃうんですよね。どうしても引っ張っちゃうんで、これはもう僕はひたすら滑っても滑ってない時にもこうとにかくこう前を向く、肩じゃなくてここを前に向けて、でもそのままこうロックしたままでひたすら滑るっていう風なことをやってました。なのでこれオフシーズンが結構チャンスなんで、滑りながらだとなかなかね難しいので意識して前向けるように。であとおすすめなのはスイッチでのワンフットですね。スイッチでのワンフット、リフトに乗り降りしなくてもいいんですけど危ないんで、スイッチでスケーティングする時に後ろの足はつま先側でこう蹴ってスイッチでスケーティングができるように、これってねしっかりと腰は前に向けるんだけど足は開かないように、板が逃げないようにやっぱりこの姿勢で保つっていうのがコツなんで、それでしっかりと骨盤を前に向けてワンフットができるようになると結構ヒールサイドのその腰の前向けていく。でしっかりと股関節折ってお尻を後ろへ持っていくっていう風なねことができるようになるんじゃないかなと思うので、その辺ちょっと意識して冬までねちょっとやってみてもらえるといいかなと思います。はい。でちょっと長いですねこれ。先生僕の日本語ちょっと下手でごめんなさい。もう全然大丈夫ですよ。僕はロシアからすいません、ありがとうございます。先生がいつも教えてくれる、本当にありがとうございます。これスモードの技術がすごい。ありがとうございます。前回の例と心からの起こります。ロシアから愛を込めて、いつか先生のところに行って一緒に滑れるの日を楽しみにしています。ありがとうございます。結構ロシアの人多いんですよね。なんか特に YouTube で翻訳でねいろんな言葉でしてくれるんですけど、これ僕の妻がですねすごいこう大変な思いをして僕の喋ってる日本語だと翻訳すると変な翻訳されちゃうんですよね。わけのわからない言葉、英語とか分かりにくい言葉になっちゃうんですけど、それを正しい日本語で入れるってあげるとちゃんとした
外国の言葉に変換してくれるっていう正しい日本語をしっかりとこう入れてくれるっていう作業をしててくれてですね、そのおかげでちゃんとしたこう翻訳がされて、ハウツーもちゃんと別の国の方も見れるようになってて、それによってこうロシアとか韓国とかいろんな方にね見てもらって、その登録者さんが増えたのもそのおかげかなというふうに思ってます。なんでねインスタもそうですけど、ロシアの方とかも非常に多くて、僕もねぜひね日本に来てもらって、もちろん僕ちょっとロシア語とか喋れないんで通訳とかつけてねレッスンさせてもらえればなと思ってるので、またねなんならこうロシアとかいろいろ僕もねいろんな国とかにもね呼ばれていって、やっぱりその人たちとこうコミュニケーションを取って楽しくスノーボードできたらなっていうふうなねこともこう夢見てますので、よければね呼んでもらえればね行きたいなと思います。よろしくお願いします。はいはい。鏡くんがはいライブ始まったところはずっと気になってましたが、ソイさんの MT にカバーがかかってるの初めて見ましたまあそうですね、僕基本的に白馬村に住んでて、白馬村で滑ってるんで、なんでしょうね、スノーボードそのまま車に積んでそのまま帰ってきたりするんで、ほとんどカバーしないんですけど、さすがに家でねなんかこう傷つけたりするとあれなんで、今はカバーつけてます。それでカバーはね結構可愛いんですけど、白馬オリジナルっていうこうねこうメーカー、白馬にこう観光局とかでねいろいろ出してるんですけど、いろんなグッズがあってね、そこのこうニットのねボードケースになります。やっぱこの方が板錆びにくかったりとか非常にいいかなと思います。ただねこのやっぱりワイドで長い板だとね結構パツンパツンにはなっちゃってる、ギリギリのラインな感じなんですよね。なんで結構ねあまり長く太くしすぎるとボードカバーがなくなるかもしれないぞっていう風なねちょっと懸念はちょっと持ってます。はい。ありがとうございます。ちょっとね英語とロシア語とね、僕はロシア語とか読めないんですけど、見たらこれはロシア語だなとかはねちょっと分かるようになって来たんですけど、ちょっとね書かれるとちょっと分からないんでね何書いてあるか申し訳ないです。ちょっと読めないんですけど海外の方もね見てもらえて非常に嬉しいです。はい。ちょっと今回ももうちょっと42分も経ってるんですね。軽くいつもね2、30分ぐらい話してって思うとね、だいたい倍ぐらいは喋ってしまうっていう風なこう感じにはなってしまうんですよね。で今回はねYouTube でYouTube ライブ、2周年ってことでねやらせてもらって、スノーボードのね、まだもしどの板にしようかなとか迷ってる人はねぜひ MT すごいいい板でねおすすめなので選んでくれたらなってことでねちょっとやりました。でもやっぱり乗ってみないと、さっき僕も言ったんですけど乗ってみないとっていうところがあるんで、ちょっとやっぱりね冬の間の試乗会の情報とかちょっと見てもらって、そこにねちょっと乗りに来てほしいなと思います。なんで今回はパルコールさんでやること決まってます。他にもね何回かこうやるとは思いますので、そこに足を運んでもらってちょっとね乗ってみてほしいなっていう風なね感じがします。はい。はい。それ今回ねその MT でやっぱりこう JSBA とかのね公式用品になってないっていう風なことだったりとか、その工場がサイドカーブとかね教えてくれないとか、やっぱりそういうね普通とはちょっと違うこうメーカーのね進み方してたりとかするので、やっぱりそういうねちょっと普通の板じゃ物足りないなとか、やっぱり自分やっぱりその滑りとかもね自由な感じだったり見れたりしたいっていう点だったら、ちょっとね MT は非常におすすめかなと思います。それでちょっと重大なとかまだね公にはしてないんですけど、ここでね一応 OK もらったんで、ここを聞いてる人にはねちょっとお伝えしますけど、今ねレディースモデルを作っております。はい。僕としてはねもっと太い板の方が欲しかったんですけど、どうやらねレディースモデルを先にちょっと作るということで、やっぱりね今154が一番短くて27センチの幅が一番狭いんですよね。
やっぱりそうすると、ちょっとね女性の方でもちょっとね乗りたいとかっていう人はいるんですけど、やっぱりちょっとなんか広すぎるなとか硬いなっていう風な方多いので、そういう方用にもうちょっと長さが短くなる、幅も26センチぐらいとかになるのかな。でフレックスもちょっと柔らかめ、そういう風なこうイメージの板を今作っております。僕まだちょっと乗ってないんですけど、なのでちょっとね女性の方もしかしたら今のアドラブルのねライダー、もうどっちかというとおっさんしかおりません。僕を筆頭にねおじさんだらけのねメーカーになっておりますけども、このレディースモデルができるとちょっとねできればね女の子のライダーさんもねちょっとぜひ欲しいなっていう風なね話はしてますので、なんかそういったこうねもしかしたらチャンスも女子あるかなと思います。実際にこういうところに見てくれてる人もね、ほぼほぼ男性だったりとかするんでそのレディースモデルがねハマる人がこう見てるかどうか分かんないんですけど、一応そういったこうね方向性ではあります。でそのレディースモデル出たらねまたちょっとこう軌道に乗ってきたら、そのさらに太い板っていう風なねところが押していければなと思ってます。でちょっとこれ多分来週になると思うんですけど、今回 YouTube でやりましたけど、同じようなこの板のことについてインスタでもねやると思ってます。でこれ今僕のイメージですけど、来週ちょっとねアドラブルのライダーさんでこうねミーティングというか会う機会があるので、もうなんならそこでこうみんなで巻き込んで僕ちょっとライブしたいなと思ってるんで、またねもしやる時には告知しますのでね、ちょっと楽しみに待っててください。はい。ちょっとそろそろね終わりにしようかなと思いますけど、ちょっとメッセージね最後。はい。タルタルさん、こんばんは。はい。いつも勉強させてもらってます。ありがとうございます。ソイスさんはブーツとベンディングは何を使われていますか？ミラトリ向きのおすすめとかありますか？ってことですけど、はい。これはですね、僕何回かね言ったりとかしたことはあるんですけど、ブーツとビンディングあんまりこだわってないんですよね。今何を使ってるかといえば、ブーツは今ね K2 にしました。1個前はライドだったんですけど、ブーツのこだわりはやっぱりこれドラグをしないためっていうところがあるんで、アウターが小さいものを選んでます。なんでこれドラグ気にしてる人はだいたいバートンのアイオン、あとはライド K2、この辺がアウターが小さいから結構好んでる人いますね。なんで僕はアウターさえ小さくて足のフィット感が良ければもうそれでいいかなと思います。ただ硬さも僕ミディアムぐらいが好きなんで、あまり硬すぎると動き出せないし、これはねちょっと練習やっぱカービングってやっぱり硬い板履いて硬いブーツで硬いビンディングで反応を良くしてっていう風なこうイメージの人多いと思うんですけど、それはあくまで急斜面のアイスバーンみたいなところを攻めていくぜっていう時に足元固めた方が、で自分の体重だけじゃなくて遠心力だったり外力が加わってそのブーツに圧が加えれるような体勢が整えばそれはすごい武器になるんですけど、日本の柔らかい雪質でちょっと練習するのには急斜面じゃなくてやっぱりやっぱり緩斜面の方が練習しやすいんですよね。やっぱりそういったところで動きを出そうと思うと硬すぎると全然足首踏めないんですよね。で板が立ちすぎてしまったり体重で踏むっていうよりもただなんとなく内倒しやすくなっちゃったりとかっていう風なね癖つきやすいんで、ブーツは初めは柔らかめの方がいいです。なんなら僕も僕普通になんかブーツも2年とか3年履くことあるんですけど、そのへたったブーツですら全然普通に滑れるんで、硬すぎより柔らかい方がいいかなとは思います。でビンディングは今フラックスのこれビンディングがちょっと僕変わってて、これ僕のこだわりじゃないんですけど、ビンディングのね知り合いが剛さんの滑りはちょっと絶対このねSR との DS がくっついてるんですよ。SR のベースに DR のハイバックがついてるっていうちょっとカスタム的なビンディングなんですけど、要はハイバックのそのミラトリをするならこの DS の柔らかさがあっ
してベースはこう SR ぐらいの方にするといいんじゃないかっていうことで、僕のビンディングはもうなんかそんなような感じのものがついてます。で今フラックス使ってますけど、これも別にフラックスじゃないといけないっていうわけではないんですけど、一回ねやっぱりドラッグしにくいってことで名前忘れちゃったSP そうそう SP バインディングですよね。で去年 SP にしたんですけど、 SP の後ろからこうねバチンとはめるタイプのものがなんかそこがむしろこう雪面に当たっちゃって開放して足が外れちゃって、でちょっとね脇腹痛めたっていうことがあって、ちょっとそれから怖くなって SP は使うのやめたんですけど、でもね SP はいいっていう人もいるんですけどね、僕は今はそのブーツとしてはアドの小さいものと、ビンディングもねなるべく小さめのものがいいかなっていうふうな感じで、今はそうそう K2 とフラックスを使ってますという形です。でもそれがどうしてもそれじゃないとダメっていうふうなことではないと思いますので、そんな形で選んでもらえたらいいかなと思います。はい。そうですね。MT はね欲しいけど女性サイズないからって人にはおすすめです。で男性でもちょっとなんか小柄でね体重軽いしっていう風なねこう人硬すぎてちょっと練習するにはなっていう風なね人にもちょっといいのかなと思いますのでね。はい。そんな形です。はい。デザインね、そうね、デザインは派手なデザイン希望で、そうですね。このね、デザインについても、僕もね、これどっちかというと僕が出した要望としてはね幅と長さとっていうふうなところで、この外観に至ってはなんでしょうね、僕の意見を言う前に出来上がってきてしまったっていうところがこうあれなので、やっぱりその辺はねちょっとこうね僕もミラトリっぽいデザインにしたいなとかいろいろあるんですけど、またちょっとね変えれればなっていうふうなねことは確かに思いますね。であとは白でねすごいかっこいいんですけど、やっぱこうねなんか乗ってると春とかだと汚れが多いとちょっとね茶色っぽくね汚れがついてしまったりだとかっていう風なねことはあるので、いろいろねその辺もこうね話とかねメーカーさんに言ってね色とかもねちょっとこういろいろこうイメージ通りできるといいかなとは思ってます。はい。見間違えかもですが見覚えのないブラウンのブーツ履いてたような。そうですね。その見覚えのないブラウン、これはあれですかね、オフトレの施設のオフトレで使ってるのはもうマジでぶっ壊れてもいいような一体何年前のブーツみたいなものを使ってる。見覚えのないというか古すぎてもう覚えてないわからないぐらいのイメージかなと思います。今もね今履いてる K2 のブーツも一応ブラウンなんですけど、結局そのブラウンのね K2 のブーツも去年用意したんですけど、その前のライドのブーツを最初履いてまだいけるなって思って、結局そのままシーズン履き古いブーツのまま履き通してしまったって、途中で変えるのがなんかちょっと感覚変わるの嫌だなと思って、この前今年の夏中国に行った時に初めて下ろしたっていう風なね形になります。なのでどっちかというと新しいのを用意してたのにもかかわらず履いた時にはもうすでに型落ちみたいな形でね1年経っちゃったよっていう風なね感じになっちゃいましたね。はい、はい、ありがとうございます。で、はい、板としてはね、こんな形になります。で、また僕ね、来月3回ぐらいね、中国行ったり来たり、行ったり来たりっていう風なね、ことになりそうな感じなので、日本の冬に入る前にね、もう中国本当ね、室内すごくて、そこでまた今度9月の末に深センそこにね新しいこうまた世界最大ができるっていうことでちょっとね行ければなっていう風な形です。でこのスノーボードのアドラブルの板を作ってくれてるところもヤクイっていう工場がその深センにあるんですよね。なのでちょっとねその実際の工場とかのね人に会ったり工場を見たりっていうのも、今後ちょっとねやりやすいのかなっていう風なねこともあるので、ちょっとそこも見てみたいなっていう風なね
こともあります。まあその辺もねちょっといろいろなところでこう YouTube とかインスタとかで上げていければなと思ってます。まあ、ちょっとねこの YouTube もやっぱりショート動画がねこうメインになってやっぱこうインスタとかでね獲得したんであんまり YouTube 見てない人とかはねハウツーとかはインスタではあんまり出してないんですけどこう結構長めのね喋ってるハウツーは YouTube にあるのでちょっとねそこでちょっとチェックしてみてください。僕としてはねもうちょっと出していきたいなとは思うんですけどなんか嬉しいことに去年はねもう本当レッスンでなかなか動画撮る時間がちょっと減ってきてしまって来年ももうちょっと2月まではずっといっぱいで3月しか今ね空いてない状態でもう本当はねこうやっぱこう撮影もしたいし YouTube のねネタも撮っていきたかったりするんですけどなんせこう時間がちょっとねなくなってきてるっていう現状なんでもうちょっとねYouTube もねロング動画とか出したいんですけどちょっと手が回ってなくてすいませんっていう風なね感じになります。はい。はい。あ、じゃあこれ最後ですね。こんばんは。ブーツは熱成形してますか？してないですね、ブーツは。なんなら僕は足を入れて良ければもうそのまま履く人で、今までスノーボード30年やってますけど、熱成形というものは一度もしたことがないですね。なんでまあこれ本当にねそこまでこだわりがなくてやってきちゃって意外にそれでいけるぜっていう風なねこうイメージです。もうなのでこれフィット感なんで合わないもちろん熱成形した方がフィットして気持ちいいんだっていう風なね人はすればいいし、まあ、僕は全然そもそも足入れた時に調子良ければそれで全然問題ないんでそのまま履いちゃってますっていう風なねこう感じです。はい。はい、そんな感じですね。また今回ねこんな形でちょっとね終わらせてもらおうかなと思います。来週またちょっとねインスタの方で似たような感じになるかもしれないですけどメンバー増えてねそこでやるかもしれないんで楽しみにしててください。まあ僕もねいつも一人でライブやってますけど今度みんなを巻き込んでやりたいなと思ってるんですけど OK っていう返事は特にもらってないんででも無理やりやるかもしれないんでね、まあ、みんなとのこうやり取りとかねそういう話僕以外からの話聞くのも楽しいんじゃないかなっていうふうなねことを思ってるんでちょっとやりたいなと思ってます。はい。じゃあその辺楽しみにしててください。はい、ありがとうございました。あ、すいません。今更こんばんはって来てますけど、こんばんは。これでちょっとね、今回はもう1時間になりますからね。どうもご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。はい、お疲れ様でした。